。お待ちしておりました。どうぞお待ちくださいませ。カウンターのお席でご用意しております。どうぞお進みくださいませ。おいでですようこそ。本日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。どうぞこちらの席の方にお座りくださいますよ。皆さんこんにちは。嵐山熊彦のクリスでございます。本日ご紹介する料理ですけれども、タイの粗炊きをご用意させていただきました。はい、まずこちらの方なんですけれども、タイの粗ですね、頭梨割りといいまして、半分にもうすでに割ってございます。これを、だいたい4つぐらいのパートに分けていく作業から始めさせていただきます。まずですね、この頭の部分とこの鎌首の部分を外す作業ですね。こちらの方に包丁を入れていただいて、切りにくかったらですね、このように出刃包丁の刃元を使っていただいて叩いていただくと一刀両断のもとに分かれますので、出刃包丁のこの刃元のところっていうのはそういう機能になっております。叩き割るという機能ですね。この鎌首の部分なんですけれども、だいたい2等分に、身のちょうどだいたい量がですね均等になるような形で、この辺で、包丁を入れていただいて割っていきます。でここにも骨が最後ありますので、こういうふうに叩き割っていただく。これはやっぱりあれですか、出刃包丁じゃないと難しいです。そうですね。この叩き割るということはもう出刃包丁でないと難しいです。例えばこの日本料理の出刃包丁がない場合は洋包丁ですね。洋包丁のそういう出刃、洋出刃っていうのがありますので、それを使っていただいたら、同じことになりますね。はい、こちらの方の頭の部分なんですけれども、まずこの、唇と目の間の部分ですね。ここに柔らかい、ここに骨がない柔らかい部分がありますので、ここに包丁の切っ先を立てていただいて、こういうふうに包丁をこういうふうに立てていただいて、そしてそのままこうやって割っていただきます。はい、これで、包丁が入るわけですね。えらぶたの部分はもうほとんど身がない部分なので、このえらぶたの部分は、もう取ってもらって結構です。はい、その前にですね、ちょっとこの鱗がどうしても残っている箇所がいくつかございます。それを後でもう一回この鯛の粗を霜降りするんですけれども、その前にですね、少しその霜降りした時に鱗が立ちやすいようにですね、出刃包丁でちょっとこういうふうに鱗をこうめくっていただく作業を入れといていただくと、後ですんなりと、この粗を霜降りした時にですね、鱗が外れやすいということになります。この目の部分ですけれども、あとここですね、このちょうど全く身がついてない部分と、この目の下のこの部分に包丁をこう入れて、そして叩き割っていただきます。はい、こういう形になりますね。はい、小さい鯛の頭でしたらそのまま使っていただいたらいいんですけれども、どうしてもある程度だいたい 1.5 キロから2キロぐらいの鯛の頭の大きさになると、こういうふうに割っていただいた方が後で食べやすくもなりますし、そしてその後で調味料が染み込みやすくなるというふうな利点があると思います。あとこのもう身のついてない部分ですね、これはもう必要ないので外してしまいます。これがちょうどそのえらぶたの部分になりますね。はい、こういう形になる。だいたいこれで4つの形に分かれるわけですね。この鯛の粗を今度は霜降りします。霜降りというのはですね、お湯を沸かしておいていただいてですね、お湯が沸騰してきましたら鯛の粗をお湯の中につけるんですけれども、中に入れるっていうのと、あとなんか上からお湯かけるっていうこともあると思うんです。その違いっていうのは何かあるんですか？私らはちょうどその頃合いを見て、ちょっとその霜降り状態を見るんですけれども、上から熱湯をかけてしまうとですね、その頃合いの状態よりもこういう魚肉っていうんでしょうかね、他のその身の中にでも熱が入りすぎてしまう可能性が出てきますので、できたらこういうそのお湯を沸かしているところにこの食材を入れていただいて、表面が白くなってきますね。霜が降りたって言いますけども、この状態です。この状態で揚げていただいて、そのまま冷水に取るということですね。
こういう形で入れていただいて、表面が霜が降りた状態、ちょっと白くなりますね。はい、この状態ですね。はい、これ以上火を入れると、中の身が、後でもう一回加熱をしますのでパサついてしまったりとか、はい、という形になります。お水を少し流しながら、流し水をしながらですね、ここでこういうふうに指先を使っていただいて、余分なぬめり、それから鱗ですね、そういったものを取る作業が必要になってまいります。特にこの目の周りなんかは細かい鱗がついてますので、それをできるだけですね、こう爪を少し立てるような形ですか、そういうふうにしていただいて、でこの時に注意してほしいのはですね、あんまり皮をゴシゴシこすってしまいますと、炊き上がった時にですね、ここがちょっとそのずるむけみたいな状態になって見た目があんまり良くないので、そういうところだけはちょっと気をつけていただきたい。あとこの裏側は血合いですね。鯛のこういう血のついてる血合いの部分、こういったところを外していただくということ。ヒレの裏側ですね、こういったところ鯛のぬめりみたいなものが残ったりとか、ここにもやっぱりこういう鱗が取りづらい鱗が残ったりしてますので、こういったところも注意していただきたいと思います。はい、これでほぼきれいに取れました。軽くですね、もみ漬けを軽く取っていただく程度で全然問題ないと思います。そしたら、次にですね、この荒炊きと一緒に炊き込みますですね、お野菜ですけれども、今日はですね、ごぼうですね、ごぼうを使います。で、なぜごぼうを選んだかと言いますと、このごぼうの持ってるそのうまみ成分がですね、鯛のアラから出るうまみ成分と非常に相乗効果が生まれやすいというか、非常に相性がいいんですね。ちょっとこういう太いところであればですね、私のこの指でだいたい24センチぐらいあるんで、はい、だいたい24センチぐらいのものだと思うんですけれども、ちなみに指の長さとかって測られて、大概もう自分でも経験上、そうなんですね。ちょっとこの先っちょの乾燥しているところだけ落とさせていただいて、あとですね、こういう太いものであればまず縦半分ぐらいに切っていただいてですね、はい、ちょっとこう巻き割りという方法なんですけれども、ちょっとこの頭の最後のこの先っちょの部分だけは残しておいて、でこの長さのままそのお鍋に入れて一緒に炊き込みます。後でこれをもう最初からこう等分に切ってしまって、炊いてしまいますと、後でこうごぼうを拾い集めなあかんという手間が出てきますね。なのでちょっとこう完全には細かく切らずして、ある程度この頭のところだけちょっとくっつけといて、それでこれをだいたい4等分ぐらいの幅に切って、はい、これちょっと割れちゃいましたけどごめんなさい、こういう形でだいたい切っていただいたら、こういう形でも全然問題ないので、はい、ちょっと味をこのごぼうにも染み込みやすくしようと思いますと、この内側からですね、包丁のちょっとこういう峰、あるいは出刃包丁のこの峰みたいなところで軽くごぼうを叩いておく。そうするとごぼう自体にも味が染み込みやすくなる。まさにお正月に食べる叩きごぼうと同じような、調理工程です。こういう状態になったものをお鍋に並べていくということですね。この動画を見ていただいてですね、いいなと思っていただいた方はどうぞこの動画の方のチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。両サイドにこういうふうな形でごぼうを並べていただくという形ですね。で、こちらの方にですね、先ほどの鯛のアラを並べていくという形になります。で、天然の鯛って大体このヒレがすごい綺麗にピュッてこう出てるのが天然の鯛で、養殖の鯛で結構この辺が目近で折れてたりとか擦れたりとかするから、でこんな綺麗にならないんです。だからあえてこの天然の鯛ですよっていう意味も含めて、ここは落とさないようにする。ただその
そのなんていうんですか、料理人さんによったら焦げたりとかね、この例えば今日使いますこのお鍋かなり深手の鍋を使ってますけども、浅手の鍋で炊かれたりとかするところもあるんですね。そうなるとヒレがニョロっと出てたらそこが外火で焦げたりとかしますよね。そうなってくると見た目が不細工になるので、あえてもうこのヒレをこの辺で落としてしまうところがあるんですよ。はい。そしたらこういうふうにして、しつらえ、はい、魚に入れる向きとかっていうのは、向きは基本的には、皮目は上に向けてください。なんでかというと、この皮目には非常にゼラチン質の多いところがすぐこの皮の下にありますので、これを鍋底につけておくとこっちの方が焦げ付きやすくなります。皮目の方がね。で鍋底にひっついて、そしてそれが焦げる原因にもなりますので、この身の方を鍋の底の下に置いて、そして、炊くということですね。特に我々はその炊くという意識は、火力をかなり強く持続させて炊き上げていくということですので、鍋底の温度が非常に上がりますので、はい、そういうふうに配慮しております。お酒とみりんで炊いていくみたいな感じ。最後のお醤油をもう一回ちょっとこうで、最後にこうやって叩いていただくと木の芽の香りがふっと広がります。私ども、日本料理アカデミーでございますけれども、2007年度より始めてまいりました日本料理コンペティションですね。実は今回、日本料理大賞という形で、新たに開催をさせていただきたく思っております。で、この日本料理大賞の方なんですけれども、特にですね、若手の料理人さんにご参加をいただきたく考えております。この新型コロナウイルスによってですね、全ての産業が疲弊しております。我々の日本料理の業界もしかりでございます。このような中でですね、少しでも我々のこの日本の食文化というものを守っていかなければいけないという、そういう一つの一役に立てればというふうに考えまして、今回の日本料理大賞を企画させていただきました。年齢制限は特にございません。調理師免許を所属していただいて5年以上仕事をしていただいている方を対象に考えております。この日本料理大賞というのは、参加される料理人の技術であったりとか知識であったりというものをですね、競い合う大会ではなく、逆に皆のその参加された方を称え合うという、そういう大会にしていきたいと思いますので、皆様方ぜひともご参加のほどよろしくお願い申し上げます。詳細の方なんですけれども、日本料理アカデミーのですね、ホームページ、そちらの方にですね、日本料理大賞のウェブページを特設しておりますので、そちらの方をご覧いただければお分かりいただけるということになっております。